皆さんこんにちは。大和道スタッフの JK と、そして大和道京都スタッフのあやなんです。今回はですね、UL ハイキング研修に行ってきたスタッフへのインタビュー企画になってます。じゃあ、あやな、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっと、緊張してないですか？大丈夫。大丈夫。大丈夫です。それではですね、まず、あやなんの、はいハイキング歴を教えてください。今で8年目になりますね。はい。で、もともと大学生の時にうんバックパッカーでいろんな国回るのが好きで、うんその中で自然をずっと求めて旅してたんですけど、うん冒険とか挑戦とか体を動かすことが好きで、うんで、そこから大学生の後半であるアウトドアショップでバイト始めたんですね。はいはいはい。で、そこからどんどん山にのめり込んでいって、うんなので、大学の時から通算して今で8年目。お、で、初め結構歩て、いてきましたね。そうですはね。UL 歴が、うん大和道の3を買った時からで、うん。それが2019年なんで、 5年目に突入してる感じ一応、だね。一応ね。なるほど。基本的にはバックパック背負ってどっかに行くっていうアクティビティが好きですね。まず最初好きだったんだ。うんなんか旅に憧れたきっかけとかあったの？ああ、なんでなんでしょうね。なんでやろ。もともと親が結構キャンプ連れて行ってくれる家庭やって、なるほどねそういうのには馴染みがあって、うんあと国際協力とかに興味があったんで、うん前職看護師なんですけど、そういうのもいろいろつながって、海外ずっと、好きでしたね。なるほどね。入社前とかもね、面接かなとかするとかみたいな。ズームで僕面接担当させてもらったけどズームでやってましたもんね。そう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 時差あったし。なんか、いや、面白い子やなと思いましたけども、ね、もう今回のね、この UL ハイキング研修のお話をしますけども、ちょっとその次の先のもうテーマもね、いろいろ決まってたりとかするから、ね、かなり行動力あるハイカー女子なんですね。はい。今回はね、UL ハイキング研修っていうことなので、はいどんなテーマでどこにどれぐらい行ってきたのか、はい、それをちょっと教えていただけますか？はい。大和道ジャーナルズ。テーマは、はい。九州自然歩道、街と山をつなぐ旅のようなロングトレイルはい。っていうテーマで、九州自然歩道っていうのが、うん九州をぐるっと一周3000キロぐらいあるコースなんですけ結構ど、長いよねそうなんですよ。おで、そこの福岡セクションと大分セクションの一部を歩いてきました。おー、なるほど。それは何泊ぐらいで行ってきたんですか？トータル8泊9日ですね。割と長い方自身のハイキング。日本では長い方です。今まで最長どれぐらいだったの？噛んだ。全然噛んでもらって大丈夫ですよ。はい、最長ははいアメリカのジャミアトレイル歩いた時かなと思うんですけど、その時でだいたい2週間半ぐらい。それは補給もありでってことだよね。はい。今回は基本補給なしで。補給ありまくりというか。僕記事は読んで、さすがやなと思って、でもこれメンズでこの旅できるかなみたいなもちょっと思いつつなんですけど、ありがたかったね。はい。ちょっとそれはね、今から根掘り葉掘り聞いていきたいんですけども、ちょっとその道具聞いていく前に、大体の気温とか標高とか時期とかいつだったんですか？時期は11月の23ぐらいから11月の23ぐらい。結構本当に下旬でかなり寒いじゃない？ 12月の頭に九十でイベントがあったので、それに合わせて行ったんでめっちゃ寒かったんですよ。でも、福岡県歩いてる時は、気温ちゃんと気温計とか持ってなかったんで。持たなあかん。そうなんですよ。そう、持たなあかんねん。でも持ってへんくて、でも紅葉を見ながら歩いてたんですよね。なるほどね。そう。じゃあ割とレイヤリングとしてはどんな格好ですか？その時は、DF のロングスリーブにメリのシャツとかで歩いてました。じゃあ割と日中太陽出てたらあったかいぐらいの感じ？そう、気持ちよかったんですけど、九十に近づくにつれて、私南に行けばあったかいと思ってたんですよ。そしたら全然違くて、京都より寒ってなって、九十で雪降り出して、でも雪降ってるってことはもう多分0度ぐらいまでなってたと思うんですよ。それは氷点下いってるよね。だって雨じゃないからね。そっか。そう、そんな感じで、でも標高自体は、高くても1000までぐらい。そうなんだ。もうほんとロングトレイルなんで、街もすごい多いんで、なるほど。もう街と山をずっとつないで、っていう感じですね。九州自然歩道の本来言った一部のところを、今回歩いて、結構街も含めて、で、山に入ったりとかしながら行ったってことですね。そうです。で、その中では結構雪も降ったってことは11月下旬だから、かなり夜とか寒かった。夜めっちゃ寒かったよ。それで、
もうなんか何やかんやあんまテント泊をしてないっていう、UL ハイキング研修だからね、テント泊がメインだとは思うんですけど、一応ね、そうね。いろいろあって、あったってそれもことですね。ね。順番として、本当にこの後道具聞くつもりだったんですけど、ちょっとその前に、なんかどういった感じの旅してきたんですか？結構、もう記事読まれた方はもう知ってると思うし、僕も読んだんであれだったんですけど、かなり人との出会い多かったよね。そうなんですよ。ね、トラブルじゃなくて、なんか、もう、なんか、ハッピーな感じの。めっちゃ楽しかったです。じゃあ、どんな感じの旅だったんですか、じゃあ。もともとテーマが旅のようなロングトライルってしてて、全然天場とか、どこでね、何日目にどこどこまで歩くとかそういうのも全然考えてなくって、で、まあ、なんとかなるでしょうと思って、で、全部もう起きること楽しもうと思って行ったところで、ヒッチハイクしたりだとか、たまたま出会った人が、夜寒いよねみたいな感じで、一人で歩いてるのって言って、泊まらせていただけたりとか。怖くないそれ。女の子が、20代の女の子がね、なるほどね、そういうこともあったよね。ありました。トレイルエンジェルのね、方にたくさん巡り会えて。それはでもさ、その人たちはトレイルエンジェルをしようともともとしてる人たちじゃなくて。じゃない人もいたし、あとはもともと、まあ知り合いの知り合いの知り合いとか、やったりもしました。たまたま？たまたまでもない人もいるし、たまたまの人もいた。あ、なるほどね。大和道ジャーナルズ。まず、どんな参考やったかっていうと、基本的には、そのテント泊をメインでもちろん考えてはいたけども。一応ルールはね、テント泊ですからね、UL ハイキング研修の。なるほど。そこから、初日、2日目から、テント泊をした？しました。一応8泊中、2泊ぐらいか。2か3、ぐらい。その逆はわかるけど、6泊じゃあ人んちに泊まらせてもらった？あ、そうなるんかな。そうやろ。そうかもしれない。すごいな。いや、なんか、どんな感じで話しかけられたのそれ？まず、九州自然ほど歩く前に、門司港にあるテントっていう、周さんね。北九州の門司港にあるね、そういうカフェ&バーっていうのが、まあ結構ハイカーが集ってるバーがあるんですよね。そうです、そうです。で、そこに全泊した時にお邪魔したんですね。で、その時に周さんが、まずなんか、1日目が平尾台っていう福岡のところら辺まで行く予定にしてて、あそこだったら知り合いの夫婦いるからちょっと声かけと平尾台のご夫婦がもうすごく素敵な方で、もううちでよかったら泊まって行ってくださいみたいな感じでもすごい優しい方で。テント泊そこでしてくださいじゃなくて。じゃなくて、お泊まりくださいってすごく素敵に優しい方で、次、その辺まで行くんだったら、この辺に知り合いいるよ、みたいな感じで、知り合いから知り合いをなんか繋いでいただいたりとか、もあったし、なるほどね。縁が繋がったよね。とかもあるし、なんか普通に公園で野宿しようとしてたら、陸上競技場が近くにあって、そこの管理人の方とおしゃべりしてたら、僕も山屋でね、みたいな話になって、で、このまま九州まで歩くんですよっていう話してて、で、その時に、今、テント泊だったり、誰かが泊めてくださる人とかがいて、そんな感じで今まで旅してきましたって話したら、うちでよかったらいいよみたいに言ってくれた。ちょっとあわよくば狙ってんね。なんか言い方がおかしいかも。ちょっと言い方がおかしかったかもしれないですけど。でもなんかハイカーってさ、僕もそうやけどさ、なんか人がいてたりとかしてなんかもらえるかもしれない。ちょっと近づいて、じゃあここら辺に立ってるんですよみたいな。そうなんか厚かましさみたいな。ちょっと出てるかもしれない。あったかもしれない。でもね、それは綾菜のすごくいいキャラなところよね。全くそういう感じさせてなかったってことやろ。だってそれさ、自分テント泊の予定で行っといてさ、8泊中6泊人んち泊めてもらえるって。6泊も泊まってない気がするけど。でも、少なかったとしても4泊は泊まってる。そうですね。それがすごいと思う。ありがたかったです。でもほんまにめっちゃいい思い出できました。だからいろんな人と出会えて。そうだよね。またそれも一つ、なんていうの、旅の醍醐味というか、いわゆるハイキング研修とはいえ、テント泊メインにはしてるけれども、そういった旅のつなぎ方っていうのも一つハプニングというか、そういうのを大切にしたってことだよね。そうですね。なるほどですね。はい。いい感じにバッと。その陸上競技場のおじちゃん、後から私、お手紙送ったんですね、泊まらせていただいた方に。そしたら、年賀状で、
お返事いただいたりとか、なんか繋がれてるのが嬉しいですね。なるほどね。そうか。まあなんかそういう風にね、また旅の道中に繋がった人たちとまだ交際が続いてるのは素晴らしいね。なるほど。はい。じゃあちょっとそういった中でもね、役立った道具っていうのはきっとあるはずなので、はい。どんな感じだったんですか？ですね、大和道ジャーナルズ。結構思ったより寒かったんですね。はい、で、その時に、私、メインで、福岡県はまあそんなに、はい大丈夫だったけど、寒くなってからは、もうこのライトアルファベストジャケットですね。まあこれを基本的にもコードしながらも着てて、で、これフードないじゃないですか。でもまあやっぱり首周りが、寒いと全然体感違うので、このライトアルファオンリーフード、この組み合わせはすごい良かったですね。いいよね。僕も結構ライトアルファ、やっぱ首元はね、なんもないから、そうなった時にこのライトアルファ。めっちゃ便利でした。オンリーフードはいいよね。やっぱどうしても寒いから、もうずっとこれつけてました。もう寝る時もつけてたし、歩いてる時もつけてたし、もうこの2つですね。あやなオンリーフードすごい好きかもね。よう被ってますよね。髪型が崩れへんとか。結構逆に被るみたいな言ってたけど。夏はそうしてましたね。これは冬はせえへんかったの？冬はせえへんかった。確かに冬なんか、大丈夫やった。寝てる時もやっぱね、すごいこうアルファの感じがやっぱ暖かくて、よかったです。はい、この組み合わせはすごい調子良かったですね。じゃあ他になんかある？あとはこれ今履いてるんですけど、AW ハイクパンツがこれをもうずっと、もう行動中も寝る時ももうこの1本のみでいってて、ですごい柔らかいし、でしかも程よく通気というか、まあまあ行動しててもそんな蒸れないし、しかもウィンターハイクパンツほども雪山仕様いらないので、ちょうどよくてベストシーズンに履けたなって思いました。なるほど。まあ結構ね、AW ハイクパンツも割とこうなんていうの、本当雪山よみたいなの感じの一歩手前のアプローチ系に思われることもあるけれども。だけど、やっぱそういったシーズンにはすごい使いやすかった。すごい良かったです。もう秋から冬にかけての雪山じゃない山はもうこれやなって思いました。なるほどね。はい。いや、いいですね。ちなみになんかクッカー系のシステムになんかいろいろなんかこだわりがあったみたいな感じですけど。こだわりっていうこだわり全然ない。私あんまりこだわりない。そうか。むしろこう旅に行く方がね。そう。歩くのが好きで、あんまりギアにそんな興味がないって言ったらあれですけど、そうそうそう。なるほどね。まあ道具にもちろん興味はもちろんあるけれども、それ以上に歩く方がそうですね。好きって感じだね。なるほど。はい。それ以外なんか話したことありますか今日は？大丈夫です。大丈夫。あるはあるけど、どんどん出てきちゃうから。まあでもそれはね、ぜひね、大和道ジャーナルズの記事にね、あやなの九州自然歩道、街と山をつなぐ、旅のようなロングトレイルっていうふうに、ジャーナルズの記事が、発表されてますのでね、ぜひそちらを、手に取って読んでいただけたらなと思います。はい。ぜひ読んでみてください。あやなにはどこに行ったら会えるんですかね？大和道京都で、基本的にはずっと働いてるので、はい。基本的にはね。はい。大体います。はい。まあ、どっかのタイミングで旅に行くこともあるけれども、そうですね。はい。基本的には店頭に立ってると思いますので、ぜひお話ししに来てください。そうですね。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。大和道ジャーナルズ。